結婚してその指輪外して俺と結婚して。まあ明翔さん、誰大阪にもっと勉強しに来てください。よいしょ。32歳はこんなに惨めなものなのか。今日はなんか東京からね、徳川隆一の金魚の糞みたいなやつがいっぱい来てると思うんですけど、追い詰められた店にはリスペクトなんて残っていない。マウンティングの矛先は会長ローランドにも向けられた。まあ東京だったらビール食べれると思ってびっくりしました。東京ってやっぱすげえなってマジでな。閉店危機、そして内部分裂。崩れる時はいつも一瞬だ。それが本心だとしたら俺はマジやっていけないっすよこれ。そんなやめんの？そう、あの日の崩壊も始まりはこんな空気だった。ザ・ローランドショー破滅の足音編開幕。相監督から怒られてますけど大丈夫ですか？そう全部受け止めて、やっぱ勉強なんだ。昨年9月、巨額の資金を投じ有志全面プロデュースのもと誕生したグループ4号店ザ・みやび。ご多分に漏れず人員不足の波はここ大阪を直撃していた。4月までに年度末までに20いなかったら俺閉めた方がいいと思う。てかそれできないんだったらそもそもこの店やるのしんどいと思うよ。崖っぷちのザ・みやびはザクラブ大阪との合同営業を余儀なくされていた。まあ僕が最初にチェックするのはお客様の入りもそうですけど、なんか挨拶した時の細かいコミュニケーションを僕まず最初取るようにしてて、最近どうとか、この前頑張ってたシャンパン入れたねとか、そういう会話をして温度感測るんですけど、なんかやっぱね流行ってない店って元気なやつ多いんですよ。そんな揺れる大阪へ東京から5人のホストが送り込まれた。お願いします。ショーって言います。お願いします。今日やっています。今日やった。ソラさんお願いします。中でもひときわ目立つこの男、身長184センチ。かつてローランドとトップを争った明翔こと明野翔がここに初めてやってきた。お店の告知もあってすでに明翔目当てのお客が待機中。噂のレジェンド、その接客は。失礼します。いいですか？どうも。ごめんなさい、さっき DM 遅くなっちゃってごめんね。すごい、こんなに美人さんなんですね。すごいな、びっくりしちゃった。どうですか？がっかりしてない？実物見て嬉しい。はじめまして、いただきます。いやいや、もうなんか一回その DM いただいたんだけど、俺 Twitter の DM すぐ埋もれちゃって変なスパム DM 返事遅くなっちゃってたから、いただきます。すごいとんでもなく美人じゃないですか。びっくりした。大阪出身、京都の方。へえ、すっげえよかった。俺今日来てすごい、俺まだこんな美人にも需要あるんだと思ったら、かわいい。そんなこと言ってくれるんだ。そしてその指輪外して俺と結婚しものの1分、独特の声色で女性をたちまち虜にした。通う店できちゃったね。ねえ、ローランドも嫉妬した豪快さがそこにあった。一方初対面の客だけではない。おはよう。おはよう。暑いぜ店が。こちらのテーブルにいたのは昔から明翔を支える指名客。さらに明翔の大阪到着に合わせ友人まで連れてきた。マジ可愛いよね。マジで。だからちょっと尊敬されてるよ俺多分、この店の子たち。翔さんのお客さんってやっぱあんな綺麗なの。
とそこに視聴者の皆様にもおなじみあの男がインした。失礼します。足森くん。これが唯一頭上がらない。すいません、ホストじゃないですけど。失礼します。違いますね。指名は一応できるんですけど、もう基本運営のことやってます。はい。で、翔さんが呼んでくれたので来ました。明け賞と平成を駆け抜けた制覇。見ないうちに運営執行部というなんだかすごそうな肩書きとなり、今はグループを支えている。本当にね、もう昔よく一緒に遊んでたの。俺のデータフォルダ、この子の面白い動画でいっぱい。マジで。俺に東京を教えてくれたのは翔さんですね。まあ東京教えたっつっても六本木のキャバクラ連れてた時。若干スルーされだした制覇はさておき、東京から送り込まれた若手の生え抜きたちはというと、新一さん、はい、新一さんも今日ゲスト出勤なんです。そうです。ゲスト出勤です。よろしくお願いします。てかめっちゃホストになった。待ってくれ。本当ですか。めっちゃホストになった。ありがとうございます。皆さんお分かりだろうか。自己 PR はすごく得意なものとかはないんですけれども、スタイルと体つきが、自信があります。昨年4月に入店、ザクラブ本店所属の新一。いきます。時間。おお、すごい。いい。俺がオーディションした中で過去一よかった。なんか可愛い絵があるんだよね。なんだろう。大阪のボス有志にここまで言わせた逸材だったが、その期待はすぐに裏切られた。ご一緒してもいいですか。ありがとうございます。お隣座ってもいいですか。ありがとうございます。失礼します。今何飲んでらっしゃいますか。スラットですよね。すいません。そうですよね。普通にごめんなさい。最近ネイルしたんですか。あれは土曜日。ごめんなさい。申し訳ないです。大丈夫ですか。大丈夫ですか。土曜日。たまにいる。ごめんなさい。申し訳ないです。大丈夫ですか。全部ミスるやつだった。その感じが見抜かれて、YouTuber にそうですか。メントスはじめ社長みたいな。今やその感じはなくなって、お客さんを大阪に呼び込むまでに。俺や。でもいつも毎日俺 YouTube ライブでちょっと手振る。なんでこんな染まっちゃったの。染まって来週染まってないですよ。そうさ来週染まってないです。僕は爽やかの真実はどこ。もう爽やかじゃないですか。チャラいんだけど。チャラいって今日も呼んでいただいたのも、僕全然役職ついてないんですけど、それでも今日呼んでいただいたので本当に頑張ろうと思って。なるほど。はい。どっちにしてもふわっと感が漂うままだったが、東京からは若手のこんな安定キャラもいた。それではザ・みやび乾杯イエーイ。謎の気品漂うこの男、ラノベ。人気ゲーム配信者から一転、入店早々高額シャンパンを下ろした得体の知れない新戦力だ。あいつなんかすごいっすよね。ロマネのパチモンか。そんなラノベのヘルプにつくのは元吉本芸人花道。もう僕花道さんと仲良くなったんで。ラノベです。売りの指パッチンがラノベです。背中でよく見えないのは残念だったが、なんかこれここ弾く音だから、ここの音なんですか。ここを押さえたら鳴らないんですよ。大体お風呂場でやったらうまくなる。そう湯船のここでピチャピチャってやってる。周りに少し迷惑な講習会が続く中、でも上手。慣れてきた。ちょっとね。惜しい。例の明け賞ご一行の宅では、この初回客をめぐり地元の大阪勢とゲストの東京勢、水面下の戦いが繰り広げられていた。
明賞の世話役を担う東京本店19歳シェラを投入。失礼します。いいですか、ご一緒して。こんにちは、はじめまして、シュラと言います。お願いします。8ぐらいで止まってる感じ。東京から来ました。何歳なんですか？今19歳です。やっぱりめっちゃ若い気がした。同い年ですよね、でも。同じぐらいでしょ。まだ若く、まあこれからあ、これから今月で20歳になるんですよね。今月のお酒解禁。お酒解禁。今月のしてから会いたかったわ。若すぎてもお姉様には案外刺さらない様子。同性権。子宮の時からこの顔だった。大体でも鏡見てイケメンいるなと思ったら大体自分なんだよね。大体。まあでも幸せなことですよ。自己肯定感が高い幸せなことだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさま。ぶっこんで見る系の19歳。一向に展開が見えず終了。ありがとう。失礼します。いいですか、ご一緒しても。ありがとうございます。田辺です。お願いします。彼はシックの東京組です。ひな祭りなんで幸せにしないと僕たち。さっきとは打って変わってアダルトな安定感で攻める。僕先週財布落としたんですよ。でめっちゃ不幸なんですけど、不幸が来た財布落とすのって結構不幸じゃないですか。でも経験したことがない。もう注意力が散漫すぎて。でもなんかストレートでもそうかもしれないです。結構でもなんかちょっと私もあるかも。じっとしてられへんみたいな。俺そうだよ。可能みたいな。なんかこの瞬間できることはないのかなってじっとしてられへんやつ。なんかあれそれなくなれへんそう。なんかタクシーとかじっとしてられへんからさ。なんかさじっとしてたらイライラしてきたらせなあかんこと。それは逆に一つのことをやり続けるのが苦手かも。なんかしながらになんか聞いてない。メイクしてる時とかもなんかその何か用事の電話とかを済ましたいなと思って何かしてないと落ち着かない。効率が悪いのがちょっと嫌なんじゃないですか。気持ち悪いけど。そうでもない。うん。ね、いいパスしたと思った。ありがとう。よく考えてみると大阪のお客さんが東京にまた帰ってしまうホストにどうやって興味を抱くのか。ローランドの策略とは。ワロンさんめちゃくちゃ繁盛してますね。やっぱめちゃくちゃ今日はゲスト出勤やっぱすごいな。いやでもちょっと疑問に思ったのはその翔さんがね、連れてきた方が初回に東京店の人を座らすって意味あります？だから大阪の子もつけてってさっき内勤に伝えたんですけど、それはもうそこの変な垣根はいらないよっていうところを。でもここで例えばお客さん掴んでもそのお客さんが東京に来ないと意味ないじゃないですか。まあそうですね。でもそれぐらいの距離感は本当に魅力あったら来るし、そもそも東西対決でそこがやっぱ緊張感になったりもするし、だからヘルプも今回はお互い聞きさせて、東京には東京の良さもあるし大阪には大阪の良さがあるんで、別に店舗分けずにもうミックスでやりましょうってことですよね。そうそれでね同じヘルプしかつかなかったら別に結局東京でやってるところと変わんなくないってなっちゃうから、やっぱ来た意味を持って帰ってほしいなっていうのもあるんでね。それがローランドの戦略。ただ東京勢はやはりここでは新顔。おはようございます。はじめまして。はじめまして。しんいちです。よろしくお願いします。しんいちです。お願いします。お願いします。お隣いいですか？ありがとうございます。お願いします。お願いします。どこかアウェー感が出てしまう。一方大阪勢にはここが島だ。はじめまして、いいですか、ご一緒。はじめまして、ノアです。よろしくお願いします。変な顔。それ俺。おー、びっくり。ほーら、一旦シークレット。いいですか、お隣。嬉しい。初回客の態度が豹変。そう大阪の売れっ子ノアだ。なんかユーシさんにちょっと似てない？さっきの
最近めちゃくちゃ言われる。最近めちゃくちゃ言われる。いや、ありがとうございます。歩いてる時からじゃあ見てくれてたんだ。もうなんかフロア歩いてる時から興味持ってくれてるってめちゃくちゃ嬉しい。いや、余計ある。出てきたかもね、年取って。2人の時はさ、前に来てるのがすごい気になってさ。ありがとう。ありがとう。二度と来ないかもしれなかった初回客。どうもたった今このお店を気に入ったらしい。もはや勝負はついていた。送り指名に選ばれたのは。ありがとう。ありがとう。いや、めちゃくちゃ嬉しい。ってことは飲んでくれる？いや、マジありがとう。ホームだから強いのか、ノアだから強いのか、いずれにせよさらりと本指名をゲット。ね、ありがたいですね。なんかすげえ、僕も明翔さんと初めましてでちょっとね緊張したんですけど、まあ、お客様が選んでくれて何よりですね。ちなみにノアと密着ディレクターには少々因縁があった。自分で仕掛ける努力したやついる？今日カメラ来てます。誰が映るための努力した？ノア、はい、ルナ、2人。ここ映してよ。俺はノアのそれぐらいの気持ちがねえと俺はやっていけないぜってこう、なんかさ、なんていうのかな。なんで偉そうなこと言いました？実はこの怒りは密着ディレクターへ向けたものだった。というのもこの日ノアは高額シャンパンを入れたにもかかわらず。どこ割れてんの？ビップに割れすぎだからね、まず。こんなできた新しい店でさ、そんな割れること他の店で全然ないから。カメラが追うのは店のあらばかり。さらにローランドの説教まで始まってしまい、なんていうのかな。なんで偉そうなこと言いました？ラストインよ、僕。切れた。ただその後ノアから謝罪があり2人は和解したが、今日はカメラに怒らないですか？ねえ、いや、酔っ払ったら可能性ありますよ。その圧勝ぶりをカメラに見せつけたところでいよいよ高額ボトルが舞い踊る。今夜の主役が決まる。またもや大阪勢がかっさらうのか。まずは姫様、シャンパンありがとうございます。彼はホスト歴1年、ザクラブ大阪所属連打。埼玉の大宮で採用された通称大宮組。最近チャラ変した新一と同期となる。新一めちゃくちゃ結果残してるから、負けたくないと思ってるし、次世代の顔と思ってるんで、一緒にね、ローランドグループ盛り上げていきましょう。よいしょ。まずは大阪勢が先制。続く2人目はヒデさん、ステーションありがとうございます。あと今日お誕生日おめでとうございます。2人目も大阪勢リツ。今日はなんか東京からね、徳川隆一の金魚の糞みたいな人たちがいっぱい来てると思うんですけど、一応なんかオープニングから働いてるんですけど、今までね、1日に5人一気に月出勤来るとかなくて、なんか大阪暇かなんかやめられてるのかなみたいな。なんでね、金魚の糞の皆さんはね、東京の綺麗な水槽に帰っておとなしくしてください。よいしょ。カメラの前で赤っ恥。満を持して救世主としての遠征だったが、初回客シャンパンコールも全部大阪勢。東京の精鋭はバッサリ切り捨てられた。追い打ちをかけるように続く綾人がさらに踏み込んだ。一応なんかこれ確認なんだけど、
月出勤ってあれですよね、幹部以上じゃないと来れないんだよね、本当は。多分そうっすね。だよね。で、お店ルール決まってると思うんだけど、東京だったらこうルール変えられると思って、びっくりしました。東京ってやっぱすげえな、マジで。プロレスなんかじゃない、割とガチでローランドに嫌味をぶちまけた。というのもゲスト出勤は幹部クラスが1人から2人来るのが通例。しかし今回は役職のない若手まで含めた異例の5人体制。遊びじゃないんだぞ。東京 B 期に移った。それが本心だとしたら俺はマジでやっていけないっすよこれ。そんなやめんの？この小さな火種が何を生むのか、それはもう知っている。そんな中、かろうじてラノベが東京勢にメンツを保つも、最後まで主役は大阪だった。この日売上トップに立ったのはホスト歴1年のガク。会社員やりながらモデルやってました。モデル？モデルやってました。モデルっぽい。モデルっぽいですか？うん。ぽいですか？ありがもうだって普通にかっこいいですね。なんかね。いや、ありがとうございます。はい。モデル仕込みのビジュアルでトントン拍子に駆け上がった大阪の注目株だ。明翔さん。誰大阪にもっとホストを勉強しに来てください。よいしょ。閉店を危機に助っ人として乗り込んだはずが、逆に力の差を見せつけられた東京勢。しかし会長ローランドにはどこか虚勢の宴にも見えていた。カメラが見つめるべきはお祭りのその先。今回はその明翔と有志が初めて絡むっていう。そう、本題はここからだ。次回、因縁の2人がついに対面。触んなくとは聞いてる。お前なんか大変だと思ってねえよ。9年の時を経て立場が逆転した2人は今何を思う？風前の灯火、ローランドも揺れ出した。なんかその有志のに対して今日やめてほしいわ。正直やりづれえ。この度ですね、ローランドグループ大阪支部ではですね、7月11日そして12日この2日間でオーディションを開催いたします。今回ですね、大阪支部いろいろと悔しい結果になっておりますが、しっかりね未経験者を売らせるっていうことに関しては今でもこの業界でローランドグループは一番強いと思っております。なのでですね、人生変えたい未経験者、そしてもちろん経験してるけどローランドグループでやってみたい、ローランドグループで学んでみたい、そんなスタッフぜひぜひ7月11日そして12日ですね、この中からラストコールという番組僕やってるんですけども、ホスト版のラストコールに出演するメンバーも決められたらなと思っておりますので、たくさんのチャンスあります。こんなチャンスなかなかないので、皆様からの応募お待ちしております。